日本一のサラリーマン伝説始まるよ。その前に、チャンネル登録よろしくお願いします。昨年の9月、突然、F 取締役に呼ばれ、フィルドビアメッキライン派むちゃくちゃだ。何の管理もされていないし、フィルドビア不良が、発生しているのは全部お前の責任だ、と、叱責されました。その一瞬、私が正直に心の中で、感じたことは、なんで私を叱責するの？そのラインを担当しているのは私の所属している、組織でもないし、そのラインに対する責任も与えられていないのに、ということでした。確かにフィルドビアメッキプロセスを、初期導入した時には、私もメッキ技術の、リーダーとしてその仕事に携わり、ライン化を言ってきました。しかしそれは、3年以上も前の話で、その後、技術でメッキに、携わっていたメンバー派、ライン管理の強化、ぶどまり改善のための管理技術強化ということで、組織もバラバラになり仕事を言っていました。私自身も客先対応をメインの仕事として、3年間にわたり、ほぼ毎月、米国出張にも行かせて、いただいていました。現場の技術を担当するというのではなく、客先対応中心でしたし、そのことは事業部全体にも、周知の事実として知れ渡っていたことでした。なぜ今、現場のフィルドビアメッキラインで、トラブルが発生していることに、対して私を叱責するのか？ほんの一瞬でしたが、このような気持ちを抱きましたし、次の瞬間にはそのような気持ちを持った、自分を恥ずかしく思いました。おむく事業部の状態を冷静に考えると、受注も順調に伸び、法人量産品の製造も、決まっている中で、ぶどまり派低迷し、生産性も大幅な改善が必要なことは誰が言うでもなく、やるべき仕事として明白でした。それなのに、私の仕事は客先対応であり、現場で発生している問題は分かっていながらも、放置してきたと言われても仕方のないことです。客先対応派何のために言っているのかを考えると、現在のレイメートル C 事業部の代表として、現有技術を客先に説明し、お客様でお困りになっていること、また、お客様の新技術の導入により、発生した新たな技術課題をどのように解決していくか、さらにおむく事業部の将来の飯の種となる新製品開発を、タイムリーに行っていくために、お客様の声を事業部に反映させ、お客様もおむく事業部も、互いに幸せになるためのパイプ役です。しかしながら、その時のおむく事業部の実態派、ぶどまり低迷による客先納期遅れの続発、容量不足に、よるリードタイムの大幅な延長を余儀なくされていました。たった今、お客様に製品を納めることができず、また、客先の期待通りの納期に応えることもできず、お客様とのコミュニケーションが成立しないことは、明らかです。にもかかわらず、私の仕事は客先対応、内部で発生している課題派担当している部署がちゃんと、責任を持って果たすべき、といった姿勢で仕事をしていた、自分を情けなくも思いました。F 取締役から、米国出張派当面の間見合わせ、内部改善に専念してほしい、と最後に告げられ、私の仕事に対する姿勢そのものが間違っていたことを、再認識させられ、より一層恥ずかしく思いました。それから、以前一緒に仕事をした仲間を集め、プロジェクト組織を作っていただき、内部改善が、スタートしました。プロジェクト組織派私と製造、管理技術と、部署派異なりますが、メッキが専門の、技術者2人、メッキに関してはまだまだ初心者の、技術者2人、合計委任の組織です。このプロジェクト組織からも非常に多くのことを学びました。まず、フィルドビアメッキの重点不良の解決が最重要課題です。製造に所属しながらも技術としてフィルドビアメッキの重点不良を2年以上も解決できずにいた S 君、おそらく彼の中には、そんなに簡単に解決できる問題ではないですよ、という気持ちがあったと思います。2年以上もかけて取り組んだのに解決できないものが、プロジェクト組織を作ったからといって、簡単に解決できるわけがない。そういう気持ちが少なからずあったと思います。管理技術にいた Y 君も、フィルドビアの重点不良が何年も解決され、ないのは分かっていましたので、そう簡単に解決できないだろう、と考えていたと思います。まず
プロジェクトのメンバー5人がこの課題を必ず解決する、という気持ちを持つことが非常に大切なことだと感じました。メンバーの顔を見ると、いろいろなこと、やれることやってきましたよ。そう簡単に解決しませんよ。本当に解決できるのというのが伝わってくるようでした。できないと思った時点で、絶対にできない。何としてもやってやる。今までの方法ではダメだったのが、わかっているわけだから、新しい解決する方法をとにかく、全員で探していこう、というのが最初の言葉だったと思います。入社以来、上司、先輩方から教わったように現場主義を実践するため、机をフィルドビアメッキラインの横に持ち込みました。クリーンルームの中ですが、とにかくこのフィルドビア、メッキラインを中心に活動をしていこう。私も現場技術から離れて長かったこともありましたが、メッキ技術に長年従事している二人の技術者も現場第一主義に対する感覚が薄れているのに気づくまで、それほど長い時間かかりませんでした。クリーンルームに入り、メッキラインの横にある机に向かうまで、問題を抱えているメッキラインがすぐ横に、あるにもかかわらず机に直行する。これでは現場にいるだけで、現場第一主義の技術ではないとすぐに感じました。クリーンルームに入って、机に向かうまで、ラインの状態を観察しながら、何か変わったことないのか、とにかく気を注いで課題解決に取り組もう。これ入社してすぐに教えられたことでした。入社後すぐに配属になったのも技術でしたが、与えられた机技術部の事務所からすぐに現場に、持ってくるように係責任者の S さんから言われました。その後、組織変更があり、課責任者となった Y さんには、ラインを見に行こうと言われ、何度かラインを一緒に見に行きました。何気なくラインの横を通っているだけ、そのように感じられたのですが、ラインを見終わると、何か気がつかなかったかと問われました。私はただ歩いていただけに見えたのですが、あのラインのあそこのメーターがいつもと違っていた。あそこの設備の動きがおかしかった。とうとう、いろいろとコメントを聞き、いつそんな観察をしていたのか、正直驚いたくらいでした。その後に、見る、にもいろいろな見方がある。ぼーっと眺めるのも、見る。普通に使われている視野に入れる、見る。技術屋さんが、部長が毎日気にかけてくれている。なんとかしなければという気持ちによく使う観察するような、見る。最後に医者が患者を診察するような、見る。技術屋さんといえども、医者が患者を診察するような、見方が必要だと教えられました。そのように私が教えられてことをプロジェクトのメンバーにも、伝え、それから一人一人がそのような気持ちで、現場を見るようになりました。確かに、フィルドビアの、重点不良は複雑で、後に分かったことですが、大きく分けても2つのモードがあり、その要因としてさらに2つ3つの要因からなっていました。今まで思い込みで対策を打ったり、その場しのぎの、メッキ液の活性炭処理や部分権力でごまかしていたものを、一つ一つの現象を正確に把握し、そのメカニズムを考えていく。そして理論的にそれが合っているのかを検証していく。地道な作業が始まりました。この、現象メカニズム、理論を常に考えろ、と、教えてくれたのF取締役です。現象を正確に把握するだけでも大変な作業。ましてやメカニズムや理論まで考えるとなると、とてつもなく大変な作業に思われました。何千ピースもあるジグソーパズルをやっているような感じで、プロジェクトメンバーの全員が、精神的にも肉体的にも、非常に辛い日々が続きました。いくら現場を見ても原因がわからない。何度やってもフィルドビアの重点不良発生する。このような状態がしばらく続きましたが、プロジェクトメンバーの励みになったのF 取締役、技術部責任者の H さんが、毎日のように現場に足を運んでくれたことです。正直なところ、プロジェクトのメンバーから製造の責任者も現場に来ないし大変、大間台と言っているけど本当にそうなのの声も上がっていましたが、本当にお忙しい身なのに、F 取締役、H 部長が毎日気にかけてくれている。なんとかしなければという気持ちにさせてくれました。コツコツと地道に現象を把握し、メカニズムを考察していくことで、少しずつですがジグソーパズルのピースが連なってくるのをメンバー全員で感じ取ることができ始めました。
そのためには、薬品メーカーの技術者にも何回も自社工場に足を運んでいただき、一緒になって現場を見ていただきました。薬品メーカーとの打ち合わせに、F 取締役と H 部長にも、ご出席いただき、薬品メーカーの取り組み姿勢にも真剣さを与えていただくというサポートも行っていただきました。一方、メッキ初心者の二人は、日々失敗の繰り返しでしたが、彼らも先輩二人の課題解決方法、仕事の段取り、進め方を目の当たりにして1日、大きく成長していくのが、実感としてわかりました。私自身も大きく考えを、改めさせられたのは、今まで彼らに、技術者なら自分で考え、仕事に取り組みなさい、と言い続けていましたが、一緒に現場で仕事をしてみて、考える方法を知らないのに、考えろと言っても、所詮無理なことであると認識しました。技術者なら考えるのが仕事。当たり前のようなことですが、どのように考えるのか先輩が後輩に指導していく。ああしろ、こうしろというのではなく、自分がやってみせて、仕事の進め方、考え方を教えていくことが、今まで、全然できていなかったのだと痛感しました。よく考えてみると、技術に配属される大卒、大学院卒の社員は自分で考えて当たり前、入社してすぐに、テーマを与えられて仕事を進めていく。しかし、進め方がわからず悩んでいても考えるのが君の仕事。ということで口での指導派を行っても、一緒に仕事をして、自分の仕事ぶりを後輩たちに見せて指導するということは、ほとんどなかったのではないかと反省しています。フィルドピアメッキの重点不良派、メンバーの並々ならぬ、努力で解決をすることができました。その中の一つにはメッキ翌中に発生している細かな気泡をも、見逃さなかった医者が患者を見るような観察力も改善の、大きな要因となりました。また、思い込みで行っていた、毎日の空電解も、一つ一つメカニズムを明確にしていくことで、必要がないこともわかり、添加剤分析に関しても、従来とは異なる現場液のメッキ状態そのものを観察できる、ハルセル法の導入を行ったことも改善の大きな要因の一つです。S 君一人が何年もかかって解決に取り組んでいた課題を、プロジェクトメンバーの委任でわずか数週間で、解決することができました。私自身は、渦の中心になるということについて再認識させられました。渦の中心になるのは、責任者、リーダーの肩書きがあるから中心になれるのではない。自分から中心になって仕事を進めていかなければ到底、中心に派ほど遠いということを痛切に実感しました。言葉で指導するよりも、行動で指導することの大切さ、部下、後輩たちが何に悩み、彼らに本当に必要な指導派、何なのかを真剣に考えることの大切さを学びました。わずか数週間ではありましたが、メンバー全員が肉体的にも、精神的にも辛い日々を送りました。しかし、課題が解決した後で、メンバー全員から、辛かったけども、久しぶりに仕事を楽しめた、という言葉を、聞いた時には正直、感動しました。プロジェクトの組織背任でスタートしましたが、今では大きく、11人の組織となりました。これはメッキプロジェクトの、メンバー一人一人が真剣に仕事に取り組んできた結果、周囲から一目置かれる存在になってきたからではないかと、感じています。技術として、現場主義に徹し、現象、メカニズム、理論を一つ一つ積み上げていくことによって、要素技術をベースに生産性改善、ぶどまり改善、近い将来には、新規技術の試作開発までを担当していける存在価値ある技術、重く事業部をリードしていけるよう、技術が渦の中心になるよう、取り組んでいきたいと思います。そのために、今年の技術のテーマを、少量多品種から大量商品種、までをカバーする量産化プロセス、技術の構築、とし、技術のメンバーが、個からチームの活動でバランスと、タイミングの最適化を図る、ことにより、重く事業部へ最大貢献していきたいと考えます。個人的に内部改善と客先対応、内と外のバランスとタイミングの最適化もテーマとして取り組みます。今回の日本一のサラリーマン伝説派いかがだったでしょうか？と、その前に、チャンネル登録してくださった皆様、本当にありがとうございます。
今後ともお付き合いが続けていけますよう、頑張りますのでよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方は、この出会いをきっかけに登録して、いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。